ペンネーム断捨離さん、20代の女性から届いた相談です。こんにちは。私はスポーツでお給料をもらっています。小学1年の頃から続けているスポーツなのですが、かれこれ16年になります。現在の環境はスポーツに取り組む上で非常に恵まれた環境で、お給料もたくさんいただけます。やはりこのスポーツでお給料をいただいている以上、結果を出す責任があります。ですが、さまざまなことが重なって自分自身の環境でこのスポーツに取り組むことがストレスになっています。そのストレスが大きな原因となり、精神的にきつくなると体も動かすことができなくなります。ここまでスポーツができたことは、調子が良くない時や結果が出ない時などに話を聞いてくれた家族、友人など応援してくれる人がいたおかげです。なので、このスポーツ自体をやめることには自分自身後悔が残る気がします。ですが、現在の環境ではそのスポーツに取り組むこと自体がストレスになるため、自分自身が別の環境でそのスポーツに取り組んでいく方法も考えています。ですが、とりあえずはバイト生活になりますし、給料も今より確実に減ります。かといって現在の環境でお金がもらえることだけに自分自身が幸せを感じず、その過程も大切にしていきたいと思っています。この選択は人生で大きな選択と言えると思います。このままの環境で取り組むことと、未知の世界だけれどワクワクすること、どちらを選択しても正解はない気がしますが、どのような考え方で選択することが良いのでしょうか。お答えいただければ幸いです。私たちの命には進行方向が定まっていることをご存知でしょうか。私たちの命には進んでいく方向が決まっているんですね。泣こうがわめこうが、権力を持っていようがお金を持っていようが、何人にも関係ない命の進行方向があるんです。その進行方向というのは、前でも後ろでも上でも下でも右でも左でもありません。滅という方向に向かって進んでいます。死ということですね。おぎゃーと生まれた瞬間から命は死という方向に向かって私たちが想像する以上のスピードで進んでいってるんですね。国籍も肌の色も住んでいる地域も、男性であれ女性であれ、年を取っていようが若かろうが関係ないんです。すべての事象が死滅に向かってどんどん動いている。これを諸行無常と言います。さて、人生の分かれ道、そこへ来た時に必ず思い出してほしい原則があります。それが諸行無常ということです。命の進んでいる方向は一つしかない。死に向かって進んでいるんだということですね。断捨離さんだけに限らない。私もそう。すべての人たちがみんな今この瞬間死につつあるんです。さて、そのことを理解したら次に知っておくべきことは何か。諸法無我という真理です。諸行が無常であるがゆえに、この私も今私がやっている仕事も、今
私が所属している何かしらのチームも、今私が関心を持って取り組んでいることも、すべて絶対ではないわけです。どんどんそれは変化しつつあるっていうことです。諸法無我というのは、この私がやっていること、この私が今知っていること、この私の心の状況、この私の今の環境、これも決して固定的なものではないということです。さて、断捨離さんはスポーツ選手なんですかね。スポーツ選手として今実業団か何か分かりませんけれども、何かしらスポーツでお給料をいただいているということです。であるならばなおさらのこと、スポーツ選手として期待されている成果を出そう。自分の与えられている役割を果たそう。これは永遠にできることじゃないですね。年を重ねれば重ねるほどパフォーマンスが上がっていくという仕事じゃないんですね。スポーツ選手というのは体力とともにパフォーマンスが下がっていくわけです。その後そのスポーツの指導者になられるか、全く別の畑に行くか、それも分かりませんけれども、今の諸行無常の原則、命の進んでいく方向、そして諸法無我の原則、これが分かったのであれば、できることであれば、それは早い方がいいというのが、私もかつて武道に関わっていて、選手としていつまでやるかどうするかってものすごい悩みました。この時にこの諸行無常と諸法無我の原則に従って、私も自分の競技との関わりに区切りをつけました。さて、武道の世界では心技体ということが言われます。体を鍛えていく、作っていく、技を磨いていく、心を磨いていく。心というのはその人の人格ももちろんですが、さまざまなそのスポーツを通じて、競技を通じて培った知恵とも言えます。スポーツというのは、競技というのは必ず目標がありますね。大会に勝つとか、こういう試合で優勝するとか、何かしらその目標があります。で、その競争原理を利用して自分自身を成長させていくために、自分に何ができるのか、今何が足りないのか、体力なのか、技なのか、スピードなのか、パワーなのか、経験なのか、いろんなことをいろんな角度から自分を分析して、そして自分の設定したゴールに向かって進んでいくということをシビアにやるわけですね。で、この一つの目標設定をして、そこに向けて自分自身の体を使って自分の足りないものを自分の体に補っていくわけです。で、まさにこれが勉強なんですね。心技体、これをスポーツを通じて鍛えてきた人というのは、もちろん得意不得意はありますよ。けれども、違った環境に行っても、違ったスポーツと全く違った畑にひょっとしたら将来行くかもしれない。でもその時もこのスポーツで培った心というものが生きてくるはずなんです。そうでなければ義と
体だけを鍛えてきたことになる。多くのスポーツ選手がある一つの競技でスポーツで非常に優秀な成績を収められたけれども、何かちょっと違った畑に行ったら全くパフォーマンスを発揮されなくなってしまったっていう方が時々あります。得意不得意がみんなありますから、このスポーツで非常に優秀な成績だからといってじゃあ急に会社員になって優秀な成績かってそれは違うのは分かります。でもそのスポーツを通じて心技体ということをいろんな角度から研究してきた人であれば、新しい環境において自分の生かし方ということも客観的に見つめられるはずなんですね。今断捨離さんは具体的に今のその環境を離れてその先どうなさろうかっていうのは、私にはちょっとわからないんですけれども、でも私からもし何かアドバイスできることがあるとしたら、もしそのようなつもりがあるのであれば、今の環境を離れるというつもりがあるのであれば、そしてそれをいろんな角度から検証してみて、将来の自分にとってより良き状態がそこを離れた方がいいという結論に至ったのであれば、離れるのはできるだけ早い方がいい。なぜならば命は滅という方向に向かってものすごいスピードで移り変わっているからです。スポーツの世界におられて全くスポーツの世界とはかけ離れた世界に行って活躍なさっている方っていうのは調べてみればたくさんありますね。断捨離さんがどのような状況に今おられるのか、そしてこの先違った環境というのはどんな環境を想定しておられるのか分かりませんが、改めて諸行無常の原則、そして諸法無我という可能性、それを踏まえた上で自分が違う方向へ行こうと思うのであれば、できるだけ早い方がいい。勇気を持って一歩を踏み出されることをお勧めします。命は有限です。若き時はどんどん過ぎ去っていきます。スポーツという体を使ってパフォーマンスを上げていく、体を使って表現をしていくという分野で、その第一線でお給料をいただいている以上、いずれは置いていくわけですし、その決断が遅くなってしまうことが結果として断捨離さんの可能性を次の世界での可能性っていうのを狭めてしまうことがあったりもします。怖いでしょうけれども、新しい世界に向かってチャレンジをするということ、そのチャレンジスピリットはスポーツで大いに学ばれたと思うんですね。自分が取り組んできた自分自身との向き合い方に自負があるのであれば、勇気を持って自分を信じて新しい世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。応援しています。頑張ってください。